皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ウクライナ軍がロシア軍の戦略爆撃機、これまで一機も撃墜できていなかったものを撃墜することができたという情報が入っています。今回はウクライナ軍がいかにしてロシアの爆撃機を撃墜し、その影響がどのようなことになるのかについての解説を行っていこうと思います。まずは、ウクライナ軍が撃墜した戦略爆撃機というのはどのようなものか、そこから報道記事をご紹介しましょう。こちらの写真にあるのが、ロシア軍の超音速爆撃機、ツポレフ 22M3 です。近くにいる人との対比で、この爆撃機はかなりの大きさであることがお分かりだと思います。それでは記事を紹介します。S200 システムを使用して、ロシアの戦略爆撃機の初の破壊を達成。4月19日、ウクライナ軍はロシアの長距離戦略爆撃機ツポレフ 22M3 を初めて撃墜した。キーウポストの情報筋は、これがウクライナ情報総局 HUR によって計画・実行された作戦であることを確認した。同関係者は、ウクライナから約300キロの地点でロシア機を撃墜するために S200 防空システムが使用されたと述べた。以前にロシアの A50 早期警戒管制機を撃墜した同じタイプのミサイルをツポレフ 22M3 爆撃機を撃墜するために使用したという。被害を受けたにもかかわらず、爆撃機は基地への帰還を試みた後、スタブロポリ地域に墜落した。この記事の内容からすると、ウクライナに300キロまで近づいたところで攻撃を行い、その時の被弾の影響でおよそ350キロ程度離れたところで墜落したものとみられます。ロシアのウクライナへの全面侵攻中の戦闘任務中に空中で戦略爆撃機の破壊に成功したのはこれが初めてであることに留意すべきであると情報総局は述べた。これに先立ち、ロシアの準州知事は野原に飛行機が墜落したが被害はなかったと認めた。彼の最初の投稿では航空機の乗員は怪我なく安全に脱出したと書かれていた。しかしこれは後に間違いだと訂正されます。ロシア国防省の発表によると、戦略爆撃機は戦闘任務を終えて帰還する際に技術的故障に見舞われ墜落したという。ロシアのメディアは搭乗員2人が病院に搬送されたと報じた。捜索チームは3人目の飛行士の死亡を発見し、行方不明の4人目の男性の捜索を続けている。ツポレフ 22M3 は1960年代にツポレフ設計局によって開発された超音速長距離戦略爆撃機で1977年から1993年にかけて改良され約270機が製造されました。この航空機は巡航ミサイルでウクライナの都市を攻撃するために定期的に使用されている航空機の一つである。主に使用されているのは、もともとは対艦攻撃に使われる KH-22 巡航ミサイルを地上攻撃に転用しているものです。このミサイルは重さ5820キロ、射程距離は600キロあると言われています。もともとは大型の軍艦に対する攻撃用として作られたものであることから、地上攻撃が専門な任務ではないため、かなり命中精度は低いとされています。そのため攻撃する際には、人口密集地など、どこに当たっても被害が出るような場所へと使用されることが多いと言われています。一方、迎撃したウクライナ軍の対空兵器 S200。S200 は1960年代にソ連で初めて開発された射程約160キロの長距離対空ミサイルシステムです。その後システムは改良化され、近代化されました。最新版では電子妨害に耐性があり、高度300メートルから40キロで時速4000キロ以上、最大射程は300キロ、飛行する戦闘機、巡航ミサイル、無人機と交戦することが可能とされています。そしてこちらの2つの映像、右の映像は墜落してくる戦略爆撃機の様子。そして左はその戦略爆撃機に対する戦闘任務を行っている時のウクライナ軍の兵士たちの姿だとされるものです。ロシア側はあくまでもこの墜落は事故だと主張していますが、これまでもウクライナ軍の攻撃を受けた際にロシア軍は誰か兵士のヘマだったんだという話は繰り返し行ってきました。火薬庫が吹っ飛べば巡回の兵士が火の始末をしたんだみたいなことを言い、ウクライナ軍の戦果にはどうしてもしたくないといったことをこれまでも主張してきました。今回の件についてもウクライナ軍の手柄にしたくないがために事故だと主張している可能性は十分あります。
ちなみに今回の攻撃は作戦行動中の戦略爆撃機を撃墜できたという話だったわけですが、作戦行動中ではなかった場合については、ウクライナ軍はこれまでに爆撃機を撃破した可能性といったものは指摘されています。それはロシア本国領の空軍基地に対する攻撃はこれまで何度か行っており、それによって飛行場で止まっている状態の爆撃機を破壊した可能性はこれまで指摘されたことがあるからです。それに比べると今回の撃墜というのは重要性としてはやはりこちらの方が高いでしょう。というのも、今回の一報を最初に聞いたとき、私は、またロシア軍が味方を撃ち落としたのかなと思いました。というのも、最前線から見た場合、300キロ以上離れたところでロシア空軍機が墜落したというのであれば、ウクライナ軍の持っている兵器では撃墜はちょっと難しいだろうと考えたからです。例えば欧米から供与されているパトリオットミサイルの場合であれば200キロ以上なんていう先の飛行物体は撃墜できません。そして今回取り上げた S200 ミサイルについても確かに射程距離は300キロとは出ているのですが、しかしそれはあくまでも性能カタログ上の話であり、実際の運用とは異なっていると考えられるからです。最前線にもしも S200 が配置されているとすれば、それは最前線過ぎてロシア軍のドローンの観察によって発見され、砲撃によって破壊されたり、もしくは砲撃すら必要なく突撃ドローンがやってくるかもしれません。そのため最前線すぎる場所に対空ミサイルはなかなか配置できないのが現状です。だからこそ10キロ、20キロ、30キロといった具合にしてより安全圏を確保しようと防空ミサイルは少しずつ後ろに配置せざるを得ないわけです。ただ今回の話、ウクライナ軍が撃墜したよといった話が真実であるとするならば、そもそも射程距離の最大射程が300キロという話も本当かどうかは疑わしい面があります。例えば射程距離を伸ばせるような追加ブースターの開発などを行っていたのかもしれませんし、そもそも300キロだという話そのものも嘘だったかもしれないからです。何にしても今回の話でロシア軍はある程度油断していた面があることは確かでしょう。なぜならば使用していた巡航ミサイルの射程距離が600キロなわけですから、ギリギリ大丈夫かなというラインまでは近づいていたわけなので、ある程度ウクライナ側の発表を真に受けていたわけです。その真に受ける理由というのが、そもそもソ連時代に開発されたミサイルであり、ロシアもウクライナも同じ兵器を持っていたことから、その性能については把握していたはずであり、たとえウクライナが S200 ミサイルを配置していたとしても、届かないだろうというのは、ロシア側としては確信を持てていたわけです。だからこそ、今回の撃墜はそのような、あれおかしいぞ、S200 だったら届かないはずのところで撃墜されてしまったといったところから、何かしらの改良が加えられて、脅威が高まった可能性があるわけです。そうなれば早期警戒管制機が撃墜された以降においてより後ろに下がって運用され始めたのと全く同様の話として、ロシアの戦略爆撃機もより後方からミサイルを撃つようになるかもしれません。50キロ後方に下がればその分だけウクライナの領土で50キロ被害を受ける距離が変わるわけで、そのような効果といったものが今後期待されるわけです。また今回の S200 ミサイルのもしかしたら改良されているかもという話が継続的に今後も生かされるのであれば、ロシア軍に対する脅威は当然のように高まることとなります。ロシアとウクライナと比較した場合において最も戦力の差が開いているのは陸軍よりもむしろ空軍だと言われていますから、その空軍の力を抑えるためには射程距離の長い対空ミサイルといったものはウクライナには欠かせません。防空ミサイルのアメリカからの供与がない上に、ヨーロッパの中においても防空ミサイルを供与できる国というのは非常に限られているものです。だからこそウクライナ自身が防空ミサイルの強化により必要性を感じて改良に取り組んでいる可能性があります。というわけで今回はロシア軍の戦略爆撃機をウクライナ軍が撃墜したと発表しました。これは従来では安全圏だと思われていた場所での撃墜劇であり、ウクライナの兵器が改良されたかもしれません。そしてその影響はロシア軍の空軍を少しでも後ろへ下がらせるといった可能性もこれからあるわけで、同様の事例が今後も増えるかどうかに注目していきましょう。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、そしてスーパーチャットのご利用もぜひともご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。